こんにちは。ファッションで人生は変わる。ファッションアクティビストのリーフミです。私一番最初にオートクチュールに行かせていただいたのは2017年の秋冬のショーだったんですけれども、その時に初めて作ったドレスは、もう皆さんもご存知というか憧れの、リトルブラックドレス LBD って呼ばれますよね。そちらを作らせていただきました。それにはちょっと私の中での理由がありまして、私が一番最初に買ったシャネルは実はバッグでもジャケットでもお洋服でもなく本だったんですね。もうやっぱりそのシャネルっていうもう憧れのブランドはなかなか学生時代買えなくって、で、本だったら買えるかなっていうので本屋さんに行って本を初めて購入したんですけれども、でその手に取った本っていうのが開いてみるとシャネルのブラックジャケット、いろんなセレブの方とかがジャケットを着て写ってるんですけれども、それを見た時に黒ってそもそもは喪に服すとかそういった時に使う色としてヨーロッパでも使われてたと思うんですけれども、その色をシャネルは華やかなドレスというところに持ってきたっていうところが非常に私の中では心を打たれたというか、とても感動したんですね。でその時の思いがとっても強かったので、今回初めてオートクチュールに行った時にはもう多分無意識のうちに絶対ブラックミニドレス欲しいなっていうところでした。このドレスを着ることですごく自分が強くなった感じっていうのと、あと逆にこのドレスをまとうことで自分に自信を取り入れることができたような気がします。これが私が一番最初に作ったリトルブラックドレスなんですけれども、ベアトップのドレスで素材はもう最高級のシルクタフタです。このジュエリーは、シャネルのパール使いになってます。そもそもオリジナルのデザインはこのチェーンが今もこうつながっているように見えるんですけど、ここがフィックスだったのを私が他のドレスにも使いたいなと思って取り外し可能にしてもらいました。なのでここを両方取るともう本当にシンプルな黒いベアトップのドレスにもなります。私短くしたかったんです本当は。だけれどもきちんとそのクラシックな長さっていうのがあって、ちょうど膝下スレスレの長さっていうところで作ってもらいました。それに合わせてここのレイヤーも身長に合わせてお膝のところから上の身長のサイズをちゃんと計算して作ってくれてるみたいです。ドレスが到着するまでに大体半年ぐらいかかりました。でもそれは多分早い方だったと思う。まずショーが終わった後にアポイントを取ってお洋服を見せていただくんですけれども、その時に全部フィッティングで採寸していただいて、でそこからドレスを選んで2回の仮縫いがあります。でその仮縫いを経て最後に試着したものをいただくっていう形ですね。で私の場合は海外に住んでいるのでパリからまた送っていただくっていう時間もかかるので、それを含めて大体半年、スムーズにいって半年です。その2回の仮縫いも人によってあとは国によって違うと思うんですけれども、私の場合は初めてのドレスは一番最初はパリで、2回目は香港に行ってで香港で仮縫いをしていただきました。でその後にまたパリに持ち帰っていただいて、で仕上げてパリからシンガポールへ送ってもらいました。たくさん旅行してますこのドレス初めてこのブラックドレスを着ていったイベントは2018年12月に開催された大きいワインイベントパリで行われたんですけども、そのイベントとあとは2019年それはシンガポールで行われたシャネルのハイジュエリーのイベント2回に着ていきました。普通だと1回ドレス着ちゃうと私意外と着ないんです。
だけれどもやっぱりこの黒っていう色のイメージと、あとやっぱりこのシンプルだけれども形がとても綺麗なドレスって何回も着れるし、あと着た自分がなんか飽きない、そこはすごいなと思いました。今のトレンドっていう意味ではサステナビリティ、同じものを着回すっていうことですけれども、イベントとかパーティーにおいては私はあまり今まで同じお洋服っていうのはどうしても着れなかったりとか、あと一つ一つのイベントの印象がとても強いので、違うイベントには違うお洋服って形で着ていきましたけれども、このドレスに関しては本当に何回着てもその都度同じ気持ちにはならず、その新鮮な気持ちが生まれてくるっていう感じですかね。娘にもこのドレスを大切に長く着てもらえたら私としてもとても嬉しいです。このドレスを見るたびに思い出すのは、その2017年カール・ラガーフェルトが最後のランウェイを歩ったっていう、もう本当に多分シャネルでも歴史に残るというか貴重なシーンだったと思うんですけれども、その場面がやっぱりこのドレスを着るたびに私の中にもうすごく鮮明によみがえるので、私にとってもファーストオートクチュールドレスっていうのでもう一生大事な思い出かなと思います。2着目に作ったドレスは、ツイードのロングドレスです。その時の会場がライブラリーだったんですね。もうグランパレの中が全てライブラリーになっていて、でその中で、モデルさんがランウェイを歩ってくれるんですけど、このドレスを着てるモデルさんが眼鏡をかけて、なんかとても私の中でそのシャネルのお洋服を着た清楚なお嬢さんのパーティーシーンっていうのにバッチリハマってしまって、アポイントに行く前からもうこのドレスって決めていたと思います、自分の中で。このドレス一見ツイードのシンプルなドレスなんですけれども、バックスタイルがこのように全て手作りの白蝶貝のボタンが裾までついてます。好きなようにねこうボタンを開けていただいてセクシーな感じにも着れますけれども、このドレス中が実はもうバッチリコルセットが入ってまして、2度の仮縫いをしてもう私の体ぴったりのコルセットを作ってもらったわけなんですけれども、これを着るともう本当にこういう X のすごい素敵なナイスバディの体に見せてくれます。このドレスが届いた時は2019年の年末でして、その翌年からいろいろちょっと楽しみにしていたイベントがありましたが、皆様と同じように自粛期間に入ったので、ちょっとまだこのドレスは眠っている状態です。この自粛が明けてからこのドレスを着るのがもう今から楽しみです。肌の一部みたいなくらいもう自分のラインにぴったり寄り添うんですね。オートクチュールに限らずやっぱりファッションっていうのは自分を表現してくれるツールだなっていうふうに思います。ファッションを武器にあなたも人生を輝かせてみませんか？ファッションアクティビストの李文でした。バイ。